めっちゃイメージついてちょっとね、ほんと震えましたね、昨日これは。ああ、よかったです。 3D も最高だし、このセンスももちろん最高だし素晴らしすぎるKnow the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. これ一応アイボリーなんですよ。これがそうでも全然見え方がやっぱり違いますよね。違いますね。 Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. こっち張ってきて、こっち突きつけだとこの段差分ぐらいは出ると思うんですよ。クイックルでお掃除がしやすいようにフあラットにしたいっていうのが一番の希望なんですよね。なんかこれ剥がしてなんかマシ張りとかっていうのも厳しいやつだし、あ、でも3ミリの目に持ってくればいけるか。照明照明はペンダントがいい。あ、ペンダントいい。なんでじゃあそんな邪魔にな Get る。 up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Someday I will be weaker than I am now. ここにコンセントあった方が便利は便利ですよね。そう、まあね、なんでないんだろうって思った。 When I'm passing up and over the clouds, I hope that you'll have learned from me. お尻で収まっちゃうと思うんですよね。これあるんで。Someday you will be これだとこっちもね、そうで欲しいかすね。はい。了解しました。 you will 何 not から know 選ぶ everything. 感じで、の方が綺麗かな。 And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. あれいいんじゃん。大丈夫ですか。 You gotta get up to get down, kid.
体の色を合わせたのもポイントですよそうね。もうねすごい超悩みましたよね。悩みましたよねそうでも亜美さんが全部じゃあこうしましょうかこうしましょうかって全部私のあれに合わせてくれる。この色一緒にすっごい悩んだねショールームで3往復ぐらいしかそこのところ途中自分家のお風呂悩んでるのかなと思って悩んでそうすごいねめっちゃ相談乗ってくださって本当ありがとうございますでエプロンだけ黒にするとかね。そうあれがねきてるなこれはちょっと自分では思いつかないリビングですね。はいクロスがこのキッチンゾーンだけ木目で提案させていただいてるんですごいメリハリがあってそうはいホテルっぽい感じ。あとはこのダウンライトにしたことがやっぱり良かったかなと思ってて、既存の白い蛍光灯みたいな感じの照明だとやっぱりこの木目が映えないかなと思ってて、確かにすごい落ち着きますよねね。これもね急遽変えてもらってそうですわがままを言ってキッチンは元のまんまなんですけど、はいタイル張りだとメンテナンスも大変だしちょっと見た目も気になるかなっていうお話があったんで、亜美さんにも選んでもらって一緒にみんなで悩んで、そう、はすごいギリギリでね、はい、大理石調のパネルに本当に嫌な顔一つせずありがとうございます本当にお二人ともありがとうございますでここにつけてもらったんですよね、コンセント、これがあるとないとでは全然違うので、全然ね。はい、寸前で気づけてよかった、気づいていただいてありがとうございます。あとやっぱこの色最初どうなんだろうと思ってたんです、もともとの色だけど、このバランスでこの子が生きるっていうかね、いいですね。全然大丈夫だと思って、元々の色もねそうマッチしてる。全部を全部新しくしなくても既存でこう元々あるもので活かせるものはこう活かしたコーディネートをするとやっぱり最後満足度変わらずにこうはい再利用できますね。キッチンゾーンの木目はクロスなんですけど、このキッチン正面のアクセントはお客さんの方でご購入いただいたものを弊社で取り付ける。ね、なかなかやってくれないんですよ。そうですよね。こっちが支給したものを施工してもらえるってなかなかやってもらえないので、本当そういうとこは柔軟に対応してくださる工務店さんで。これもともとこれあったものなのにすっごい馴染むじゃないですか。そうですね。そうそう。もともとのカウンターももともとの建具ももともとの幅木も全部そのまま交換しないで、そのまま使ってるんですけど、まあ使うものの色選びとバランスでやっぱこれだけ馴染むんですよね。なので建具を全部交換して、カウンターとかも全部交換してやるリフォームっていうのはまあどこでも色バランスとって作りやすいしできると思うんですよね。ただそうすると費用感って多分もともと予定してた費用感よりもバーンと上がっちゃうので、ここをまああえて今の建具とかカウンター材を生かした形でのご提案することでお客さんも費用を抑えられるし全体のバランスで大満足していただければまだまだ使えるものではありますので全部を全部新品にしちゃうっていうのが必ずしも正解じゃないかなとは思って。本当そうですね。はい、キッチンもしっかりですね。続いて寝室ですね。おーい。いやーもうライトが可愛すぎる。これもねお客さん支給そうです。照明器具でつけさせてもらいました。もうね、亜美さんのね、YouTube 見て可愛いなって思ってないですねえ、私照明器具選ぶのが一番好きで。そうなんだ。もうお願いしちゃいましただから。なんかワクワクする。ね、落ち着くもんって言われもあるし、素晴らしいですね。本当にナイスセレクションでございます。これからマットレスが入ってる。はい、そうですね。ベッドははい。でこのリブパネルもどこかにこうリブのデザインを入れたいなっていうご希望から始まって、ヘッドボードどうですかっていうのとそれにリンクした形でキッチンの方もね、はい、まずはそうですね、こっちからまずはこっちから選びました。はいはいはい。もうエアコンが家電量販店さんに見
見てもらった時もうエアコンどちらもズタボロに言われたというか、つけられませんよ、つけられません、うちは対応できませんみたいなとか、配線がとんでもないんだよみたいな、とんでもない、なんか結構本当にとんでもない感じだったんですよ。でなんか私ちょっと待って、このマンション失敗したのかなみたいな感じで家帰るぐらい結構もうどうしようと思って、エアコンない家とかないしと思ってで、もしくはこっち側は、リビングはいいけどこっちの寝室の方は多分もう絶対無理ぐらいの言い方だったんです。つけられません。つけられません。外壁面ですね、バルコニーとかの面にエアコンつけないと室外機を置くところともう全然離れちゃってるんですね。でこういう場合ってマンションの場合は埋設配管といってエアコンの配管が壁の中に埋め込まれてるんですね。家電量販店さんからすると結構イレギュラーなパターンで配管が見えてない埋め込まってる配管につけられませんよっていう多分見解だったと思うんですけど、その伝え方が結構お客さんからすると心配、もう結構何もつかないみたいな。これもダメだ、あれもダメで、これもダメだみたいな感じでもっとどうなっちゃうんだろうと思ってでご相談をさせていただいたら、そうだから全然大丈夫ですよみたいな、泣きそうでしたねあの時本当によかった、詰めるここにもう絶対ここにお願いしようと思いましたあの時。その電気屋さんの担当者さんがおっしゃってた通り、ガスガス全部が間違いじゃなくて、中の配管がやっぱ年数は経っているので大丈夫なのか、エアコンってドレーン配管ってポタポタこう水がエアコン使うと出ると思うんですけど、その水どこ行ってるのっていうのもやっぱ気にされてたような見解だったので、そこに関しては工事で全部このクロスを張り上げる前に一旦壁を開けて配管の接続部とかそういったところがちゃんと異常ないかどうかはチェックした上で元々のうちのやつをこちらで外して持ってきて再取り付けっていう形でちゃんと使えるように取り付けてあります。そうなんですよ、すごいやり方ですね、声上げた気がしますそういうのってもう本当に知識があるかないかなので、あとお気遣いと本当両方今回松岡さんがしっかりと建築の専門的な知識があったからそういった話も全部否定して安心して入るようにしてくださいましたけど、中にはやっぱり知識がないリフォーム業者さんもいっぱいいるので、確かに本当ですよね、違うところに頼んだらもしかしたらエアコン使わなかったかもしれない、使わなかった、もしくはすごくボラれたかどっちかとかですね。前のエアコン一番大事にしたいというか間違いなく後悔しないのはやっぱ楽しくできるかどうかって結構重要だと思うんですよね。そう楽しいのもそうだし、あとやっぱり言いやすかった、いろいろ。前は大手の会社さんに頼んだ時は本当に仕事感といいますか、業務感といいますか、これはどうしますか、この色でいいですかなどかですね、私もなんかよく分からなかった、いいですね、いいですね、はいみたいな感じでできた時別にそれなりに良かったんですけど、ただなんていうのかな、こういう感動はマジでないかった気がする。綺麗だし別に無難にいいんだけど、そうなんかこう豊かにするっていうか、さらに自分の好みとか、センスとかっていうのを求めるとちょっとそのコミュニケーションもそこまでできてなかったし、だからどうなんだろうなっていうところで今回こうやって自分が欲しいもの、あとあるものを活かせる、これよねこれよね、本当に活かしながらこんな綺麗におしゃれにしてくれるっていうのがもう本当にありがたいし、もう投げたら全部返ってきてくれるもうでもってだからもう本当に心配がなくて、ただどんなのがいいですかっておっしゃってくれた時にイメージを出した、それがちゃんと反映されたっていう感じ。よかったです。それって自分でやると本当難しいじゃないですか、それ説明するの。そうですね、そう実際にこれをとかってこうっていうの難しい中、すごく形にしていただいたのがこんなにしてもらえるんだっていう驚きはやっぱりあって、でそれは私のイメージしてるものをどうやったら実
実現化するかっていうのすごくなんか2人のそのセンスが良かったのもそうだし、本当にすぐにもうなんだっけ、あうんの呼吸じゃないけどすぐ分かってくれるから。あとやっぱりこういうものが欲しい、こういうサイズでここに入れたいって思っても正直そこまでネットでうまく見つけられない中、ああいうカップボードとかですそれ、どうやって見つけたのと思ってそう思ってます。なんか力結構早いんですよね。絶対私もシューズなのに、これどうですかみたいな感じでさらっといくかパンパンパン、もうスーパーマンじゃんと思ってもう絶対見つけられないそんなのっていうで、しかも実際こうやってそれをまた 3D に起こしてくれるから、そうだからね、本当に楽しいやり取りでしたね。楽しいっていうお言葉を聞けるのが本当に一番私としては嬉しいですね。なんか結構家づくりって決めることが多いとか、業者さんとのやり取りとか打ち合わせもちょっともう憂鬱になってきたみたいなっていう声も割と周りでもそういう時もありましたから、わかります、聞きますよね。そう、でもなんか家づくりって本来自分の好きを詰め込む作業だから家にこだわってる人ほどたくさん考えると思うし、でもちろん昨日はこれがいいと思ってたけど今日はこれがいいと思うみたいな気分がコロコロ変わることもあって当然だと思うし、その気持ちも自分も家づくりをしていてすごくわかるし、なのでとにかくもう本当に終始ワクワクしながらお客さんが家づくりを進めてもらえたらいいなっていうのが一番あって、なので今楽しかったっていう感想を聞けたのが私は一番嬉しいなと思う。あとあれね、3D。そう、今回ご依頼いただいて、でちょうど東京なんで、リアイデアさんが施工の範囲内だよっていうところで、信頼できるリアイデアさんと一緒なら、こういったリフォームのご依頼もお引き受けできるんじゃないかなっていうところが始まりでやらせていただいたんですけど、やっぱり遠方なのでどうしてもそのオンラインが多くなってしまうじゃないですか。なので私自身もちょっと不安だったんですよね。ちゃんとこうイメージが伝わるだろうかとかで、私も本当にとにかくワクワクしながらおうち作りをしてほしかったので、なのでどうやったらこう自分の頭の中にあるそのリフォーム後のアフターのイメージを伝えられるかなと思いながら作った資料があれだったんですよね。あれが結構大きかった部分あって、イメージがこんなにしやすいことってやっぱりありがたくて、だからさっきのその業者のやつとかも「なんとかですよね」って言って「はいそうですね」っていうのは言えばなんか言われるから「でしょうね」みたいな感じでやったかもしれないけど、ああやって視覚でしかも何パターンかくれるんですよ何パターンかくれるんですよそれが本当に嬉しくってしかもおしゃれじゃないですか、その出来上がったものも。だからもうその時点でテンション上がるんですよ。ああこうなるのか、どれにしよう、すごい嬉しい悩みっていうか、どれにしようみたいな。さっきお話に出た資料だけで言ったら、まあ亜美さん当たり前のようにあれ作って、LINE でアップしてましたけど、僕はあれ見た時に結構この業界長いですけど、あのクオリティで作るのって僕らの業界でもあれ作ってって頼める会社いるかなって思うぐらいクオリティね良くて感心しちゃいました。資料本当資料がすごい、このね家具に関してはもうちゃんと写メ付きでこうでこうしたらこういうふうに綺麗な形になりますとか神様なのかなあの資料楽しいですよね。提案段階であれ見れて、で打ち合わせ詰めてって最後もうこれでじゃあやりましょうってなった段階で最終のまたちょっと入れ替わった CG が来て納得しながら進めるからすごくハッピーなまま進める、不安がすごく少ないくて済むっていうか。普通の建設会社だと、当然ながら自分たちが取り扱ってる建築資材のメーカーさんのカタログの中から、これどうですか、これどうですか、当然ながらやっぱりある程度建築のプロが使う材料なんで、まあお客さんから見ると結構するんだなっていう材料もやっぱり多い中で、僕たちでやってるのって、お客さんの方で購入していただいて、もう現地に置いといていただけるんだったらそれでも施工だけでもしますよっていうスタンスなんで、やっぱそこは結構抑えられると思うんですよね。それがね本
当にそういう会社ないと思う。聞いたことないし、これをこんな快くやってくれて、しかも完璧にこなしてくださってっていうのがもう本当にありえなくて。アミさんに共感するのは、DIY で、ね、もちろんチャンネルやられてるので、ご自身で購入してご自身で貼ったりとかっていうのを見てる方々っていうのは、こういうものあるんだってこうインターネットで買ったりとか、そういったこともできるんだっていうのを知るきっかけになると思うんですよね。僕はお客さんが満足するんであれば、建築資材を絶対使わなきゃいけないルールはないと思うし、お客さんで用意して他の話一緒に貼ったりとかで、皆さんで手を入れてできるところはやっていただくっていう方がお家にも愛着湧くと思いますし、なんかさっき言ってた満足度も自分が結構関わったっていう感覚があるから全然違いますね。きっと満足度も高いのかなと思って、どこの会社さんもお客さんから支給されたものをつけて、じゃあ何かあった時に誰が保証するのとか、どっちの責任になるのとか、じゃあこれ傷ついてるのがね、どっちで傷つけたのとかっていう責任の所在がやっぱり明確にならないっていうところで避ける会社さん多いと思うんですけど、僕そこはもう信頼関係だと思うんで、さっき亜美さんからも楽しかったですよねってお言葉あったと思うんですけど、なんか僕もシンプルに楽しくて、なんかこんなに楽しくみんなで相談しながらお友達の家工事してるみたいな、なんかそんな感じでなんか終始進んで、本当何のトラブルもなかったじゃないですか。変な話、なんかここはこういう風になると思わなかったとかっていうのもないし、僕らも逆に亜美さんの提案の内容を工事にこう落とし込んだ時に、いやここできませんよとか、これ今こういう提案してるけど、これは厳しいですよとかっていうのもなく、そうですね。本当にスムーズに進んだから、やっぱり楽しくて、みんなが楽しく進められて、信頼関係があったからこそ、なんかその信頼関係があればお客さんからこれつけてくださいって言われても、多分それに何かお客さん気になることがあっても、多分きちっと会話すれば解決する関係性だったなって今でも。そうですね。でさらにね、やってる最中も思ってたけど、なんか終わって作業終わってからの請求書のなんか説明とかも、あんなに細かくしてもらったことなくてこれは入れてやる予定だったから入れてあったけど、やっぱりやらなかったんで、これはちゃんと聞いてますよとか、あとはこれで途中で入ったこれはこうだけど結局これはこれしかかかってなくてとか、全部ほーみたいなそうだったんですかっていう、なんかもう誠意をすごい感じて。安心して。それがそうなんですね。見積もり作った段階で細かくなかったら請求書の時に細かくしようないんですよ。なるほどね。例えば内部造作工事一式とかで入っていくと、その中に何が入ってるかわからないから、結局使ってても使ってなくても請求多分されるんですよね。でも一個一個具材分けてれば、この工事はやんなかったですよねって言ったらお客さんも確かにって分かる項目ぐらい細かく作ってるんで、やらなかった工事はやらなかったで、追加で逆にご依頼いただいたものに関しては当然追加で入れさせていただいてるんで、もうプラスのものマイナスのもの、そうすると意外と総額上がってないんですよね。本当ありえない。私あんなに追加したのにびっくりしちゃって今日。そう本当にきちんとやっていただいてるのがよく分かりました。ありがとうございます。